皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日やってきたのは北陸新幹線越前武生駅。開業間もないこともあってすごく綺麗ですね。さて今回の目的は猫。福井県にある猫の聖地五反城寺へ行きますよ。福井といえば大河ドラマ光る君への聖地。イベントシャトルバスもあるみたいですね。この駅は道の駅が併設されているので後ほど福井グルメも堪能しましょう。こちらが道の駅。そしてこれが北陸新幹線越前武生駅。でかいですね。駅から目的地までは交通手段が乏しく、一応レンタカーやレンタサイクルもあるのかな。まあタクシーが無難でしょうか。それでは早速猫寺へ行ってみましょう。こちらが五反城寺入り口。実はね、以前の沖島旅行で猫に会えなかったので植えてるんですよ、僕は。早速にゃんこに会いに行きましょう。季節はアジサイが咲く6月中旬。今の時期のアジサイはめちゃくちゃ綺麗ですよね。そしてこの看板、飛び出してくるのは人じゃありません。そう、猫ちゃん。車で来る際は注意していきましょう。今回朝早くに来たのですが、すでに猫を見に来ている方がたくさんいましたね。ああ、早く猫と触れ合いたいと言いつつ、せっかく来たので軽く見て回りましょう。この五反城寺、一般的に猫寺と言われるだけあって猫にまつわるものがあるんですよ。それがこの仏像。腕に何かついてるの見えますか？そう、実は猫なんです。面白いでしょ？仏像の前にはゴロゴロと手で回す、名前なんだっけこれ。記念に回してみるのもいいでしょうね。この裏には猫のお賽銭箱まで。昔来た時はなかったような気がするんだけどな。めっちゃ猫が進んでますね。てかかわいい。そしてこの腕の2匹。仏像と猫のセットなんて全国でも珍しいのではないでしょうか。いや、なんかウケますよね。さあ、いよいよお待ちかねの猫ちゃんを見に行きましょうか。今次々と同じ場所に歩いていってるでしょ。これなんでだと思います？ここが目的地。今は猫ちゃんのご飯の時間。実はお寺の方が作るご飯を待ってるんですよ。飯はまだかと行列ができてますね。皆さんはどんな猫が好きですかね？私は真っ黒の猫がめっちゃ好きなんですよね。これジブリの影響かなとはいえ昔飼っていたのは真っ白のペルシャ猫でしたけど、せっかくなのでちょっと鑑賞しましょうか。このお寺の猫ちゃんは性格もバラバラで、人見知りの猫もいれば、こうやって人懐っこく近くに寄ってきてくれる、そういった猫もいるのでゆったりと楽しめると思います。注意点としては、基本的に猫に餌をあげるのは NG。 寄付で猫ちゃんのご飯が出ているのでルールを守って触れ合いしましょうね。そろそろご飯の時間なので私も会場の方で待ってみましょう。見て、猫を引き連れた猫使いならぬお寺の方が来ましたよ。
いよいよお待ちかねのご飯タイム。みんな尻尾がビンビンですね。この食事の姿が見られるのもこのお寺の見どころ。ちょっとゆったりと猫ちゃん見ていきましょうか。さあ、ご飯の時間も終わり、猫ちゃんは思い思いの場所でお昼寝タイム。ちょっとだけお邪魔しましょう。あ、そういえばこのお寺は猫寺らしい猫の御朱印などもあるので、興味がある方はぜひ見てみてください。車の上に猫ちゃんが。そう、もし車でお越しの際はこういうこともあるので覚悟の上で来てくださいね。にゃんこには車だろうが関係ないもんね。なんかいい表情していたので一枚パシャリ。こうやって思い思いの場所でお昼寝をしている猫ちゃんを見たくなると思いますが、せっかく来るのであれば観光のポイントがあります。それは気温と時間。実は外の気温が高いと一気に境内から猫ちゃんの姿が見えなくなります。なので狙うなら気温が低い日をおすすめしますよ。あとは晴れた日かな。あとは時間。どうしても暑い時期に観光に来たのであれば、ご飯の時間である朝8時頃と15時過ぎをおすすめします。いやー、それにしてもこうやって猫を見てると癒される。猫ちゃんみんなお休みの時間なので、私も帰るとしましょうか。またいつか。あと車で来る方はもう一つ注意。こうやって車の下で涼んでいる猫もいるので、安全を確認してから出発しましょうね。さあ、道の駅に戻ってきましたよ。私もお腹が空いたので中に入ってみましょう。中には小規模ながらも福井グルメを扱ったフードコートがあります。あとは福井の物産を扱った道の駅らしい即売所も。お弁当もたくさんあったので、ちょっとした福井グルメツアーの気分で来るのもいいかもしれませんね。この道の駅のすごいところは福井らしい海産物が多くあること。お惣菜の横には見てください、これお寿司ですよ。しかも美味しそう。そして極めつけはお刺身まで。私は海鮮巻きとマグロカツを選んだのですが、いやー、目移りしたなこれ。その他福井らしいおつまみやお土産もたくさんあったのですが、一つ目を引いたのがこれ。なんと先ほど言ったご誕生時のアクリルスタンド。これは買うしかないでしょう。その他名産の越前刃物なんかもありましたね。あとは今年の大河ドラマ光る君へでおなじみの紫式部。たくさんのお土産物があったので、気になる方はぜひとも寄ってみてほしいです。個人的に気になったのがこの焼きサバ昆布塩。そういえばサバも有名なのですが、こんなものまであるんですよね。こういうの好きだから買っ
ちゃうんだよね。僕は浅漬けに使うかと。福井といえば忘れちゃいけないのがお酒。日本酒が特に有名なのですが、今回気を引いたのは梅酒。福井には梅が有名な地域があるらしく、お土産に一つ買って帰りましょう。いやー、なんかいろんなもの買ってしまった。休憩所には新幹線開通のポスターとともにご当地 VTuber のポスターまで。おー、なんだこれ。新幹線がトランスフォーマーに恐るべし北陸新幹線。この道の駅なのですが、2階にはしっかりとしたご飯屋さんやご当地のガチャガチャまであるので、小さいながらもかなり楽しめます。ガチャガチャでグイ飲みとか初めて見たかも。実はこの後どら焼きを買ったのですが、アクションカメラの容量が足りず終了。ミス。ということで、こちらが戦利品。若さ梅酒にご当地ジュースのローヤル爽やか。ほら見て、映像が福井でしょ。最後は焼きサバ昆布塩。そして猫寺のアクリルスタンド。キャラかわいいっすねこれ。実はお蕎麦とソースカツ丼を注文していたのですが、その注文中に組み立てちゃいました。と、そんなことをしていたら来ましたよ。ソースカツ丼と蕎麦のセット、そしてご当地ジュースとアクリルスタンド。福井といえばめちゃくちゃ蕎麦が有名で、特におろし蕎麦は県外からもお客さんが来るみたい。一度有名店の食べ歩きしたいですね。てかおろしそば、おろしがさっぱりしてめちゃ美味しい。そしてこのソースカツ丼も福井のグルメでは外せない一品なんですよ。福井のソースカツ丼は豚肉を薄く叩いてカツにしているみたいで、濃厚な甘辛いタレがよく絡む。正直ね、道の駅でサクッと食べられるものだから過剰には期待してなかったんですが、めっちゃジューシーでうまかった。スイーツは福井土産で有名な羽二重餅が入ったどら焼き。てかね、先ほどのどら焼き屋さん、種類がめっちゃあって目移りしましたよ。猫にも触れ合え、グルメも満足の福井。皆様もぜひ一度。それではまた次の旅でお会いしましょう。